こんにちは、まいです。今回はマザーズバッグの中身をお伝えします。子供と出かけるとなるとどうしても荷物が増えがちで、バッグの中身が大きく変化しました。今回は3時間程度のお出かけの時に持ち歩くマザーズバッグの中身や身軽に出かけられるポイントをご紹介します。それでは行ってみましょう。まずは今使っているバッグと中身をすべて並べたものがこちらです。使っているのはアークテリクスのマンティス26です。私は両手が空く方が動きやすいかなと思ってリュックをマザーズバッグとして使っています。自分と子供の荷物を入れても26リットルだとかなり余裕がある大きさで、出先で買ったものとかスーパーの帰りとかもエコバッグを使うことなく一つにまとめて入れられるのが個人的には楽で気に入っています。バッグは今これ一つしか持っていないので、一人で出かける時も子供と出かける時もこれを持ち歩いています。そして私の荷物からご紹介なんですけれど、さらっと私の荷物はこちらです。鍵、カードケース、現金ポーチ、ハンカチ、スマホ、サンホワイトです。鍵にはカラビナをつけていて、子供を抱っこしたまま家の鍵を閉めるときは手が塞がってしまうので、ベルトループとかリュックにとりあえずカチャッとぶら下げて紛失防止をしています。で、次はお財布なんですが、お財布はレキュフルのカードケース 1.1 を使っています。カードもお札も持ち歩ける商品で、まさにこういうのを探していたと思って購入したんですけれど、いざ使ってみたら小銭入れのところがちょっと使いにくくて、いっそもうこの小銭入れのところは使っていません。本当はここに小銭が入るような作りになるんですけれど、これがかなりちょっと使いにくくて私は使っていません。そのためこういう現金ポーチを持ち歩いていて、お財布が2つあるみたいな本末転倒なことをしているんですけれど、今のリアルがこんな感じで使っています。次、ハンカチはアビスハビデコールのハンカチを使っています。これは2代目なんですけれど、とても色合いが好きで持ち歩いていてテンションが上がるものです。それとサンホワイトというワセリンも持ち歩いています。これはハンドクリーム、リップクリームとして使っているのと、今は子供の口周りのかぶれ予防とかおむつかぶれ予防の保護剤としても使っています。で、次が本題の子供と一緒にお出かけする時の荷物です。子供との荷物を全部並べるとこんな感じになります。大きく分けておむつ替えセット、ミルクセット、その他という感じで分かれているんですけれど、まずはおむつセットからご紹介します。おむつ替えセットはおむつ1枚、ベビーシート1枚、お尻拭きと着替えを持ち歩いています。出かける前におむつ交換をしておくので、3、4時間程度の外出だと出先でおむつ交換することはあまりないんですけれど、お通じが出た時はすぐ交換したいので1枚持ち歩くようにしています。で、もしお通じがよく出るお子さんだと、その排便間隔に合わせて持ち歩く枚数が変わってくるのかなとは思います。で、お尻拭きは家で使っているお尻拭きで少なくなったやつをお出かけ用にしています。私はカインズのお尻拭きを使っています。あとミシェルで使っているペットシーツはおむつ替えをするときに下に引いて汚れたらそのまま捨てて新しいのと交換できたりするので、おむつ替えシート代わりとして使っています。あと着替えです。最近はショッピングモールばかり行っていて、おむつを捨てられる専用のゴミ箱が設置されていることが多く、おむつを持ち帰ることはあまりないのですけれど、おむつ専用のゴミ箱がないところだと袋に入れて持って帰ってきたりしています。その袋でこのジップロックを使っています。
特に防臭に特化した袋ではなくて、ガジェット類をまとめるのに使っていたチャック付きのポリ袋なんですけれど、それが余っていたので、使い回しているという状況です。あとは万が一洋服まで漏れてしまった時のために着替えも1着持ち歩いています。おむつ替えセットはこのままリュックの外側のポケットに入れて、ここが定位置になっています。そして次がミルクセットです。ミルクセットの中身は哺乳瓶、お水、キューブタイプのミルクを持ち歩いています。お湯はだいたいいつも行くところには調乳用のお湯が設置されていることがほとんどなので、普段はあまり持ち歩くことはありません。ただお湯が確実にあるかわからない場所に行くときは水筒にお湯を入れて持っていくこともあります。持ち歩いているミルクは微笑みのラクラクキューブです。あとは調乳用のお水はペットボトルで持ち歩いています。ミルクセットは無印良品のポリエチレンシートケースにまとめています。これ結構使い勝手が良くて、引っ掛けることもできるし、汚れてもさっと拭くだけだったりするので、結構ガシガシ使えて子供の荷物をまとめるのに重宝しています。その他に持ち歩いているものはちょっと細々しているのでポーチにまとめています。この中に入っているのは除菌ウエットティッシュで、食事をする時のテーブルを拭いたりとかカートとかおむつ台を拭いたりするのに使っています。あとポケットティッシュ、これは正直今あんまり使うことがなくて、これ自体も未開封なんですけれど、備えとして一応持ち歩いています。あとはビニール袋の予備の袋で、外で出たゴミを持ち帰る時とか、あと汚れた着替えを入れておく時とかの予備としてビニール袋を持ち歩いています。で、お菓子、万が一の時のお菓子です。これをポーチにまとめているのと、他にはベビースリングというものを持ち歩いています。出先では基本的にベビーカーで移動することが多いんですけれど、泣いたらベビースリングを使って抱っこしています。こんな感じで、ここにお尻を乗っけて片手で押さえて抱っこするような感じで使っています。収納もコンパクトで軽いので、一般的な抱っこ紐よりは持ち歩きも楽で、子供の腰が座ってきてからは抱っこ紐は今これしかほとんど使っていません。デメリットとしては片手で支えないといけないので両手が開かないっていうのと、長時間ずっと抱っこしているとやっぱり肩がきつくなってくるなという感覚はあります。ただベビーカーと併用して移動できるときはこのタイプは結構使いやすくて、個人的には重宝しています。畳み方は自己流なのでちょっと間違っているとは思うんですけれど、私はこんな感じでくるんと留めてリュックの中にポンと入れ込んでいます。これハンカチなんですけれど、子供が渡すと意外と喜んで結構遊んでいるのでおもちゃとしても持ち歩いています。かわいいあと他には母子手帳です。母子手帳のケースは無印良品のものを使っていて、中に母子手帳の他に診察券とか、あと保険証もろもろのセットが全部入っています。あとストローマグ、外ではストローを使ってます。よいしょ。これで以上になります。子供の成長に合わせて持ち物って本当に大きく変化していくと思うんですけれど、今はこんな感じのバッグの中身でした。この動画の感想やこうすると便利だよとかおすすめのアイテムありましたらぜひコメントで教えてください。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。
取れてなかった。